んにちは、まいです。今回は2025年本当に買ってよかったもの10選をお伝えします。ミニマリズムが自分の中に浸透してきたのか、最近は特別に意識しなくても無駄なお買い物がかなり減りました。日頃たくさんのお買い物をしているわけではないので、ベストバイ動画を頻繁に出すことはできないのですが、今回は2025年を通して心から買ってよかったと言えるものに出会えたのでご紹介します。それでは行ってみましょう。まず一つ目はユニクロの極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックティーです。とにかく肌触り、着心地が良くて、極暖なのに生地が薄く、さらにかさばらないのが一番のお気に入りポイントです。この上からセーターを着てもごわつかないので、冬のレイヤードがとても楽になりました。袖が少し長めなので、セーターの袖口から裾がちらっと見せられるのも地味に嬉しいところです。自己責任にはなりますが、私は洗濯乾燥機に毎日かけるので、ワンサイズ上げて L サイズを選んでいます。それでも極端に縮んだりヨレヨレになることは今のところありません。2つ目はバイタスのホエイプロテイン100です。朝食として私が毎日欠かさず飲んでいるのがプロテインです。プロテインを選ぶ上で私が一番大事にしているのは飲みやすさ。カロリーや成分よりも無理なく飲み続けられる味かどうかを優先していろいろ試してきました。しばらくはザバスのリッチショコラをずっと愛用していたのですが、去年くらいからバイタスのプロテインにはまり、マンゴー以外の全種類を飲みました。その中でも特におすすめなのはキウイ、桃、ブルーベリーヨーグルトのさっぱり系フレーバー。ダマにならず飲みやすくて子供も欲しがるほどの美味しさです。一つだけポイントがあって、少し泡立ちやすいのでシェイクした後1分半くらい置いてから飲むのがおすすめです。個人的にはチョコ味を飲みたいときはザバスのリッチショコラ。運動後や夏などでさっぱりいきたいときはバイタスのプロテインがしっくりきています。皆さんのおすすめプロテインもぜひ教えてください。ちなみに朝にプロテインとマルチビタミン剤を飲み始めてから調子が良くなった気がするのでずっと続けています。3つ目は炭酸スポンジお風呂用です。それまで使っていた無印良品のバススポンジも使い心地自体は良かったのですが、へたりやすく見た目もボロボロになっていました。もともとキッチン用の炭酸スポンジは使っていて、泡立ちの良さや泡切れの良さ、そして何よりへたれなさに感動していたので、そのバススポンジ版を見つけたときは迷わず購入しました。キッチン用よりも一回り大きいですが、手にしっかりフィットする大きさです。実際に使ってみると、やっぱり泡立ちが良くてへたりにくく、水切れもとてもいい。
浴槽を磨いているとざらつきが取れていく感覚が手に伝わってきて、ちゃんと掃除できているという爽快感があります。泡切れもとてもよく、流し終わった後にツーポタポタポタと水が垂れてくることもなく、ノンストレスに使い続けることができます。キッチン用と同じく圧縮された状態で届くので、ストックしておいても場所を取らないのも嬉しいポイントです。へたれなさすぎて気づいたら7ヶ月間経っていたのですが、新品と比較すると変色していました。4つ目はニトリの押して計量できる詰め替えボトルです。以前はキャップを外してキャップに洗剤を入れて目盛りを見ながら測ってという小さな手順が地味に多いなと感じていました。このボトルに変えてからはボトルを押してそのまま目盛りで測るだけ。たったそれだけの違いですが、毎日の家事の中ではこの一手間が減るのは本当に楽です。しかもそのまま蓋を外せば詰め替えできるので、洗剤を入れる作業自体もかなり簡単になりました。容量は 600ml と 1000ml の2サイズがあります。我が家はワイドハイターを入れていますが、ご家庭に合わせて他の洗剤にも使えます。一つだけ注意点があって、中身が見えない分ギリギリまでいようとすると溢れることがあります。蓋を外してキャップで測るというこのちょっとした作業を減らせるのが物探しの楽しいところです。5つ目はセザンヌの超細芯アイブロウです。私は眉毛を描くのがメイクの工程の中で一番苦手でした。左右で形が変わってしまったり、描いてますという感じの眉になってしまったり、それが気になって必死にブラシでぼかすと、今度はぼかしすぎてしまってまた描き足して、その繰り返しでこれが正解という感覚がなかなかつかめずにいました。そんな時に使い始めたのがこのセザンヌの超細芯アイブロウ。芯が 0.9mm とかなり細くて、眉毛を描くというより足りないところに毛を1本ずつ足していく感覚に近いです。なので輪郭をガッと描くというよりも隙間を埋めていくように使うとすごく自然な仕上がりになります。いかにも描いている眉という感じがなくなってナチュラルな眉になったなと実感しています。芯は折れそうなくらい細いので優しいタッチで描くと仕上がりも自然になります。眉メイクが苦手な方や自然な眉に仕上げたい方にはかなり使いやすいアイブロウペンシルだと思います。6つ目は RMK のデューインメルトリップカラーです。職場で知り合ったこの人おしゃれだなと思っていた方に、落ちにくい口紅でおすすめってありますかと聞いてみたら、この RMK のリップカラーを教えてくださいました。ずっとリップモンスターを愛用していた身からすると、リップモンスター2本買えると一瞬頭をよぎったけれど、寝る前に気づいたらポチっていました。
実際に使ってみると、まず発色がとても綺麗なことに感動しました。さらに本当に落ちにくくて、時間が経っても変によれたり汚く残る感じがありません。仕上がりはツヤがありつつ、唇がむっちり見える印象。ここで私が必ずやっている塗り方があります。リップを塗ったら軽くティッシュで唇を押さえて、またその上からもう一度リップを塗る。これを 2,3 回繰り返します。一度塗りでも全然色持ちしてくれるのですが、この一手間で綺麗が続きます。重ね塗りで仕込んだ色が下地のように唇に残るので、表面の層が少し落ちてもベースの色が残りやすくなる感覚です。実際外出先でこのリップを塗り直す必要がないくらい色持ちがいいと感じています。食後などで少し乾燥が気になるときはワセリンを軽く重ねるだけで十分です。落ちにくさと綺麗な残り方、この2つを重視したい人にはとても信頼できるリップだと思います。7つ目はダルトンの4ホールトゥースブラシホルダーという歯ブラシスタンドです。もともと1本ずつ立てるタイプの歯ブラシスタンドを使っていました。しかし歯ブラシの形が違うせいか、並べた時に角度がバラバラになってしまって、なんとなくとっちらかって見える感じがずっと気になっていました。そこで取り入れたのがこのダルトンの歯ブラシスタンドです。見た目がすっきりしていて、洗面所に置いてもなんかおしゃれに見えるのがお気に入りで、ステンレスなのでお手入れも簡単です。私と子供の歯ブラシを合わせて4本立てても小スペースになるので助かっています。歯ブラシ同士が密着しないのも嬉しいポイントです。そして気づいたら夫もおそろで購入していました。夫はひげ剃りも立てられるとご満悦のようでした。8つ目はロジクールの静音ワイヤレストラックボールマウスです。もともとトラックボールマウスは使っていて、一度慣れると手首を動かさずに操作できるのが本当に快適で、パソコン作業がかなり楽になりました。なのでトラックボールマウス自体はずっとお気に入りのアイテムでした。ただ以前使っていたものはクリック音がしっかりあるタイプ。特に朝方や家が静かな時間帯に作業していると、その音が少し気になることがありました。朝方は特にこのカチカチ音で子供が起きてしまうこともありました。そんな時に見つけたのがこの静音タイプです。実際に使ってみると操作感は変わらず、クリック音だけがしっかり静か。慣れた使い心地はそのままで生活音だけが減った。そんな感覚でとても満足しています。クリック音が気になる方や早朝深夜にパソコンを使うことが多い方にはこの静音タイプかなりおすすめです。9つ目はアンカーのロボット掃除機 UFI Clean X8 Pro with Self Empty Station です。これは以前使っていたルンバコンボ J7 プラスが壊れてしまったことをきっかけに買い替えました。
正直に言うと、機能だけで見ると前に使っていたルンバよりもダウングレードです。ルンバコンボ J7 プラスは高機能でできることも多かったのですが、その分トラブルも多くて、修理に出した回数は3回。高機能な分パーツも多く、管理や手入れがやや負担だなと感じていました。高機能イコール快適とは限らないんだなと感じるようになったきっかけでもあります。そこで今回はアンカーのロボット掃除機を選びました。使ってみて感じたのは、これくらいでちょうどいいということ。吸引、水拭き、自動ゴミ収集、マッピング機能など必要な機能はしっかりあって、でも複雑すぎない。価格と性能のバランスが今の我が家の暮らしにはちょうど合っているなと感じています。今のところ特に不具合もなくて安定して使えています。毎日使う家電だからこそ、一番すごいよりも長く気持ちよく使えることを優先してよかったなと思っています。最後10個目はシナダグローバルのモチブルという犬のお人形です。これは夫がたまたまお店で見かけて、これなんかいいなと気に入ってしまったそうで、そのまま子供のクリスマスプレゼントとしてお迎えしました。この少しふてぶてしい表情とまるっとした体型もなんだか憎めなくて、最近はぬいぐるみを並べておままごとをしたり、一緒に寝たりするのが日課で、その仲間入りをしたなかなか大きな存在です。夜寝るときはお人形を全員寝室に連れて行かないと気が済まないようで、ベッドの半分を占領されるようになりました。はい、以上が2025年本当に買ってよかったもの10選でした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おまけにベストバイの番外編です。これは買ってよかったというより完全に私がハマってしまったもの。それがパン泥棒です。きっかけは子供と読もうと思って図書館でたまたま借りた一冊の絵本で、そこから見事にドハマりしました。気づけば子供のお皿やスプーン、フォーク、お箸にキーホルダーまでどんどんパン泥棒仕様に。今まで控えていたガチャガチャもパン泥棒だけは気づいたら回しています。もう楽しくてたまりませんという2025年のベストバイ番外編でした。それではまた。